今回やるのがセクシードライバーっていう私が2021年に一人で目撃した野外演劇、そこの野外劇の上演場所っていうのが湾岸ふ頭、芝浦っていうところをね言ってしまえば、でそこってかつて80年代に芝浦ゴールドっていう超有名なディスコがあったところだったのよ。でその跡地ね、ほぼそう、その芝浦ゴールドだけじゃなくてその周辺結構一帯ディスコクラブがあったみたいなんだけど、なんかその時の空気もね、なんかその野外劇見てたら私感じちゃったのね。だからみんなと今日ある記憶装置に埋め込んだ作品をこうやって蘇らせてシェアするにあたり、やっぱ私観客一人として、私観客一人って言うんだけど、江本純子なんだけど、そういう目撃した空気をちょっとみんなにやっぱり味わってもらいたくって、ここはなんとなくプールビーチな雰囲気にしてみたの。ちょっといわゆる80年代の空気って、私もだからこんな格好してるんだけどさ。あとよく聞かれる、移動していいのって。全然移動して大丈夫なんだけど、移動しやすいように、なんなら自分だけで移動するのもいいけど椅子ごと移動したっていいからね。今回ね、めっちゃ椅子軽くしてあるから移動しやすいように。私ね、結構長年、もうね20年筋金入りの椅子マニアなんだけど、シアターの椅子ってリラックスできたらいいよね。すいません、タクシー近代化センターの番号知りたいんですけど。はい。いやだから近代化センターですよ。ありますよ。ちゃんと調べてくださいよ。私何度かかけたことありますから。はい。タクシー近代化センター。タクシーセンター？タクシーセンターじゃなくてタクシー近代化センターですって。ややこしくないでしょそんなに。いやないわけないですよ。ありますから、絶対ありますから。あなたタクシー近代化センター知らないですか？知ってくださいよ。タクシー乗るんだったら知ってほしいんです。いや乗らなくても知ってくださいな、104のプロとして。何区にあるかは分かんないです。ないんですか？ないんですか？はい、そうですか、分かりました。はい、ないってことで、はい、じゃあもういいです。あなた1例の何さん？はい、山本さんね。はい、分かりました。山本さんがタクシーに乗らない女だってことね、よく分かりましたからね。はい、いいですか？あなたの中に存在しないタクシー近代化センターをね、私自力で探し出しますから。はい、いいですか？ないことはないんですから、絶対ありますからね。ないことないんだから。すみません。そちらって忘れ物の問い合わせってできるんですかね。そうですか。タクシー近代化センターとは違うんですか？一緒ってどういうことですか？そうなんですか。名前変わったんですか？知らなかった。近代化って取っちゃったんですね。そうなんだ。なるほどね。残念です。先ほど乗ったタクシーにですね、携帯電話をちょっと忘れてきてしまって、それで領収書ももらい忘れて、どこのタクシー会社かわからないんですよね。はい。いや困りましたよね。はい。いやだから私も困ってるんですけどね。はい。わからないですしね。はい。水色と緑の間みたいな色でしたね。色なんちゅうの、エメラルドグリーンっていうか、エメラルドブルーみたいな、そんな色のターコイズブルーみたいなインディアンアクセサリーみたいな色に似てるんですけど、ちょっと分かりづらいですよね。インディアンジュエリーって言ったら分かります？分かります？本当ですか？そうそう、そのターコイズブルーです。はい、そう。そんなような色の車体でした。あれ、私さっきターコイズブルーって言ったじゃないですか。
いや正確にはですよ、ターコイズブルーにもね大きく分けて2種類あるんですけどね、スタビライズドとナチュラルって言って、さらに産地別に細かく分けていますと、ビズビーターコイズ、ブルーマウンテンターコイズ、バルトマウンテンターコイズ、ダイヤモンドターコイズ、それからねまあそうやって言い出したらキリがないんですけどね。でまああえて近い色を挙げますとモンテズマターコイズですかね。ロイヤルブルーって感じのターコイズの中でもロイヤルな感じが若干するターコイズなんですけど、ロイヤルターコイズタクシーなんてそんな会社あるんですか？マジですか？多分きっとそれですね。はい。その会社ってディズニーランドへの定額料金ってサービスやってません？ひょっとして。やってますか？じゃあその会社のタクシーですね。はい、間違いないです。番号を教えてください。はい。はいはい。ありがとうございました。助かりました。あなたは何さん？小中山さん。どういう字ですか？中山に小さいがついて小中山さんね。へえ、珍しい名字ですね。小中に山がついたわけではなく。そうですか。わからないですか。なんかね、子か山かどっちかがいらない感じしますね。なんかすっきりしないですもんね、字余りな感じがね。ごめんなさい、余計なこと言っちゃって。小中山さん。はい、わかりました。ではお世話様です。もしもし、すみません。先ほど私そちらのタクシーを利用したものなんですけれども、ちょっと携帯電話を忘れてきてしまって、それで領収書ももらうのを忘れてしまって、だからドア番号とかがねちょっとわからないんですよね。いやわからないですよね。だから私もわからなくて困ってるんですけど、はい。でもね名字の字面はなんとなく覚えてますよ。名前チェックしてたんで。でもねなんて読むのかがちょっとわからなくってですね、私一瞬外国の方かなって思ってしまったくらいなんですけども、どこまでが名字でどこからが名前なのかが判別しかねまして、お宅にすごい珍しい名字の運転手さんいらっしゃいません？はいはい。個人情報じゃないでしょう。だって私さっきお宅のタクシーに乗ったんですよ。それは乗客に対する義務に含まれるサービスでしょうよ。教えてくださいよ。私ね携帯なくしたんですよ。あとねフリーダイヤルサービスとかにした方がいいですよ絶対。私ね今10円玉切れちゃって100円玉入れたんですけどね、老婆心ながら言わせていただきますと、ディズニーランドへの定額輸送なんてね浮かれたサービスなんかやめてフリーダイヤルサービス始めた方がいいと思いますよ。その方がね乗客のニーズに対して誠意があると思います。はい、まあ別にいいんですけど、いや別に良くないんですけど、だから私今100円投入したんで、はい、ゆっくり時間たっぷりかけて珍しい名字の運転手探してください。はい。いました。珍しい名字の運転手。五北。五北じゃないですね。それどういう字書きます？漢数字の五に木田でしょ。それはね、そんな珍しくないですよ。結構あり得る範囲ですね。小中山レベルですよ。いやこっちの話です。もっとなんていうかありえない感じのダントツの人いるでしょ。神訴え。神訴えでそれです。絶対その人です。はい、それってあれでしょ。上っていう字にヒット打つの打つに田んぼの田でない神訴えないだから内だ、内面のないの内だ。そうそれでね、名前がね広い狭いの広し。まさか名前は広しですか？神訴えない広し、神訴えない広し、神内だ内広とも読めなくもない人です。すっきりした。神訴えないこうって言うんですか？名前ヒロシじゃなくて神歌えないこう、神歌えないこう柴咲コウみたいなこう。珍しい変な名前。逆に嫌みったらしい感じすらしますね。分かりづらすぎてね。まあどうでもいいんですけど、とにかくその人ですから、その人の無線につなげて私の携帯の落とし物がないか聞いていただけません？はい。私の連絡先。いやだから今携帯持ってないから、じゃあ私5分後にまたお宅におかけ直ししますね。はい。ほらだから言ったじゃないですか。やっぱりフリーダイヤルにしてってくださいよ。本当
願いしますよ。私今公衆電話からかけてるんですよ。それでね、かろうじてわずかばかりの小銭があるからどうにかなっているものの、いや500円だってありますよ。なんならね、私500円ぶち込む覚悟だってありますからね。でもね、この公衆電話入んないんですよ、あるのに。だからね、この細かい小銭たちで勝負するしかないわけですね、今の私には。っていうかね、もっとはっきり言わせていただければ、この細かい小銭たちってこれ戦力外ですから、もう10円突き立ったでしょ。でここにあるね、100円玉がつけちゃったら、私一生携帯が戻ってこなくなっちゃうんですね。お宅のタクシーに乗ったがためにね。いえ、一生ですよ。携帯失ったままになっちゃうでしょ。一生10円や100円が惜しいっていうね、そういう話をしてるんじゃないんですよ。だってね、私ちゃんと紙幣持ってますから。そんで500円だってまだ捨ててないですよ。でも崩しに行かなきゃいけないじゃないですか。でね、あるのに入らないし、だから場所が悪いんですよね。崩しに行ければいいんですけどね、問題ないです。ただどう考えてもね、私が今いるところに見渡す限りお金崩せるような場所がないんですよね。本当にすみませんね。あなたが悪いってわけじゃないって私分かってるんですよ。一応場所が悪いんです。そう、あなたを責めるつもりはないんです。よろしくどうぞ。でね、あなたの名前だけは一応聞いとこうかなって悪い意味で聞いてるわけじゃないですから、気を悪くしないでくださいね。これは問題解決のためにスムーズに問題解決進行させるための前向きな質問ですから。いや、すみません。川口さんね。どうせ川に口でしょ。わかりました。じゃあまたおかけ直ししますから、よろしくどうぞ。500円落ちてる。もしもし、小中山さんいらっしゃいますか？いや、いないわけないじゃない。私ね、さっき伺ったばっかりですよ。104の小中山さん。山本だ。山本でした。山本お願いします。山本さん。私先ほど近代化センターの番号を伺ったものなんですが、覚えてました。そう、あれね、近代化センターってね、タクシーセンターっていうシンプルな名前にね、最近変えちゃったみたいなんですよね。聞いてないよって話なんですけどね。それでね、領収書に書いてありました。東京タクシーセンターって、しっかり書いてありました。104にね、聞かなくても書いてありました、領収書に。そういうわけなんでね、先ほどは失礼いたしました。ボンミスでした、私の。私もいっぱいいっぱいでテンパっちゃってて、そのつまりですね、問題は無事に解決の方向に進んでますよってそういうご報告のお電話です。すいませんね。でね、この先もし誰かに近代化センターの番号を聞かれたらね、タクシーセンターの番号を教えてあげてください。でね、104の全体ミーティングとかで周知とかしておいたらいいと思うんですよ。そしたらね、さっきみたいなつまらないトラブル1個消えますから。あとね、これは客として一般的な意見としてではなくてですね、喧嘩を通じて少し距離の縮まった感のあるあなたに対して友のような気持ちで言いたいんですけれども、山本さんもね、これを機にタクシー近代化センターの存在を知ってくださいな。タクシーセンターですか今は。知らないよりも知っといた方が絶対得しますから。いや、クーポンなんかありませんよ。そんなやだ、山本さんホットペッパーじゃないんだから。文句いっぱい聞いてくれますから、タクシーセンターさんは。ごめんなさい。無駄話なんかしちゃってお仕事中に、あながち無駄話でもないんですけどもね。そんなこんなでね、失礼いたします。
あ、もしもし、私先ほど携帯電話の忘れ物で問い合わせたものなんですけども、小北じゃなくて、中山じゃん、川口さんお願いできますか？はい。え、席外してるんですか？おかしいでしょ。いやだって私さっき川口さんにね、重要な案件をお任せしたばっかりなんですよ。繋いでください。はい、待ちますから。川口さん、何ですか？お手洗いですか？お手洗いですか？そうですか。なんか一服でもしてたらどうしようかと思いまして、私発狂するところでしたよ。そうですか。よかったです。お手洗いで。よかった。お手洗いで。本当にお手洗いですか？なんかリップ塗り直してたとかやめてくださいよ。そういう場合じゃないっていうことをね、分かっていただければ、はい、いいんですけど。はい。それで、上訴えないさんの、タクシー捕まりました？繋がらないんですか？もうどうなってるんですか、お宅の無線は。いや本当お願いしますよ。私早急に携帯届けてもらわないと私困るんですけどね。それが大命題でしょ。わかりました。じゃあもう上訴えないさんの携帯の番号教えてください。はい、私もう直接電話してやり取りしますんで。その方が早いですから。とにかく違うから。あなた不出来ですよ、あなた。いやいや。個人情報じゃないでしょ。いや個人のね携帯番号は個人情報ですよ。確かにね。でも今個人情報とか言ってる場合じゃないでしょ。じゃあ何ですか？私が今上訴えないさんと直接なんか連絡を取る術はあれですか？何ですか？アマチュア無線でもつないで上訴えないさんの無線に直接自力でつなげろってそういう話ですか？無線の部品でも買ってこいっつうんですか？ヨドバシにでも行って。私やっぱここからちょっと一歩も動きませんから。いやだってね、ヨドバシ絶対ないもん。ここはあったとしてもね、3日はかかりますよ。無線作るだけでね。作れないことはないですよ。私工学部出身ですから。いやそんなことどうでもよくって、だからとにかく上訴えないさんに届けてほしいんです。携帯をここに今すぐこの不当に。でもあれですよね。この正確な住所とかがちょっと分かんないんですよね。ここ不当で、なんか高架下の真下なんですけど、なんかね高架が30にも40にもこう重なっているところで、上ビシビシセメンツって書いてありますよね。あとTKG 芝浦ですね。あとはすっごい海の匂いがします。いやだってここ不当だもん。そりゃそうだ。以上です。住所は不明だから、ここにね上訴えないさんのタクシーを寄せてほしいんです、今すぐ。上訴えないさんだったらね覚えてると思いますよ。先ほど私が先ほど降りたところですからね。彼だったら覚えてると思います。彼がバカでなければ。でもね私ね数百メートルぐらい歩いてきちゃったんですよね、公衆電話を探すために。だからやっぱり彼とね直接連絡取らせてもらいたいんですよね。彼と直接、分かっていただけます？じゃあ番号を教えてください。ちょっとなんでかけ直してってどういうことですか？なんでかけ直さなきゃいけないんですか？もう今すぐ教えてくださいよね。ちょっとトイレってちょっとあなたさっきトイレ行ったばっかりじゃないですか。何ですか？あなた下痢ですか？で本当ですか？下痢なんですか？川口さん。ごめんなさい、なんかデリカシーのないこと言っちゃって。じゃあすぐペーパー持ってトイレとっとと行っちゃってください。1、2分後にかけ直しますから。そしたらその時教えてくださいね。3分後？じゃあ分かった。3分後にかけ直す。はい。
もしもし、川口さんお願いします。まだ席外してるんですか。まあ下痢ですもんね。仕方ないですね。はい、わかりました。川口ですけれど。川口さん、お待たせしましいやた。本当にお待たせさせられてます。随分と今、はい、もう永遠とトイレから戻ってこないんじゃないかと思いました。申し訳ありません。はいはい、あ、じゃあ上地体内さんの電話番号教えてもらえます？はい、どうぞ。もしもし、ご川口さん。めんなさい、ちょっと違うこと考えてしまって。大丈夫ですか？もし体調悪いんだったら早退されたらいかがですか？別の方と代わっていただいて。上地体内の番号ですよね。そう、それです。はい、お願いします。はい、どうぞ。もしもし、大丈夫です。上地体内の番号ですよね。そうです。公衆電話からかけてるの忘れないでくださいね。わかりました。はい、どうぞ。090。はい、090の、はい。大事なこと申し上げてもいいですか？はい、どうぞ早く。はい。乗車中は電話に出られませんので。出られないんですか？様子見でかけてください。わかりました。はい、かけまくります。はい。じゃあかけます。ほどほどにしてください。はい。様子見で。わかりました。かけまくるのをほどほどにかけまくります。はい、どうぞ。頑張ってください。はい、頑張ります。はい。電話番号お願いします。どこまでお伝えしました？ 090だったかな。080ですね。これ申し訳ない。どっちよ。おはおね。おはおって何ですか？だから080でしょ。すみません、お腹が痛いです。よかった。ありがとうございます。よかった、見つかってよ。いや、もうどうせ湾岸沿いずっと走ってましたから。でも千葉の方まで行っちゃってたんですよね。そのまま U ターンしてきただけですから。すいませんでした。本当手数をおかけしました。これがね、環状線だったらね、そのまま走ってる前ぐるっと一周して勝手にたどり着くんだけど、湾岸沿いだったから U ターンですよ。はい。湾岸沿いの U ターンってのは結構命がけでしてね、ほら真夜中ってトレーラー車が多いでしょ。何積んでんだか全然わかんないんだけど、黒い石油とかですかね、全然わかんないけど、タイヤなんかね20個ぐらいくっついててもビュンビュン走ってて、あれね、私怖くて。なんであんなタイヤくっついてるんですかね。20個はついてますよ、ひどいのだと。いや、数えたわけじゃないですよ。私も運転中に出会うだけだからそんな余裕ないですし。あれね、もう湾岸沿いを走る真夜中の巨大モンスターですよ。猫バスですね。猫バス知らんですか？トトロの。わかります。あんな感じでもう完全なお化けですよ。お化けの風立つんですかね。メイって背中に書いてあるんですか？ねえ、あくまでも例えですよ。猫バスは実際はトレーラー車ですよ。分かってます？分かってます。じゃあメイとは書いてないわけだ。なんすかメイって？メイ？命？メイはメイですよ。いや、分からんな。私そういうの疎いですからな。すいません。でね、やつらゴーゴー言いながらビュンビュン走ってんですから怖いですって本当。いや、お客さん乗せてる時はまだいいですよ。お客さんの方に集中してますから。でもね、一人で走ってる時なんかね、だから千葉までお客さんを送って降ろしてそのまま都内に U ターンすることって結構あるんですけどね。まさにですよ。怖いんですよね。もう大体眠いでしょ、そういう時って。疲れてて眠ですよ。もうゴーゴーって。いや、私のいびきじゃないですよ。奴らの叫びですよ。猫バスのね、猫バス的トレーラーのね、タイヤと道路のシンフォニー、こうモンスターシャウトで気づいたらすげえ間近にいるんですよね。私の車の臨時になってんの。あるいはね、もうね、この辺ですよ。
目の前ですよ。もう私あれだけは恐怖ですね。もう生きた心地がしないっつうか、パーンとこう一気に目覚めますね。危ねえ。眠り運転ですよね。まあそんな感じの。危ないですね。だからいつもギリギリで目覚ますんですけどね、どうもうとうとしちゃって、湾岸沿いはほら一直線だから平坦で、より眠くなっちゃって、もう缶コーヒーガブガブ飲んじゃって、あと黒いガムバリバリ噛んじゃって、でガム捨てる紙なくて困ったりして、やっぱガムよりね飴にしとけばよかったってガム噛んだ瞬間にいっつも思い出すんだけど、忘れちゃいますよね、そういうことって。大変なお仕事なんですね。え、あ、私今そんな風なこと思われるようなこと言いました？ごめんなさい、なんか適当に相槌打っちゃって今私。いや、すいません、お客さんなのに心配してもらっちゃって、そんなめっそうもないんですけど。いえ。いや本当そういうつもりで話したわけじゃなくてね。大丈夫です。大丈夫ですか？そんなわざわざそんな道をね戻ってきていただいて、こちらも恐れ入ります。命がけでね。はい、助かりました。ありがとうございました。よかったです、無事に届けられて。では。ちょっと。はい。何ですか？いやだから12,870円なんですが。だから今携帯届けたじゃないですか。何ですか？高速使おうか一応迷ったんですけどね、その方が早いし、すいません、高速使っちゃいました。いや、いつもはちゃんとお客さんに確認取りますよ。でも今回聞くべきお客さんが不在でしたから、私の独断で高速にさせていただきました。ほら下道だと信号多いし、あと巨大お化けに遭遇する確率が高くて。何ですか？私お金払うんですか？タクシー料金です。言ってませんでした？料金かかるって。ほら電話したんですよね。はい。対応したのって女の人。そう、その女の人、ね、川口さん。そう川口。あいつしっかりした子なんですよ。もうで川口言ってませんでした？お金のこと。言ってない。しっかりしてんのにな。聞いてない。マジっすか？マジっすかじゃないですよ、こっちがマジっすかですよ。でも一応そういう決まりなんで。いや私もそれでメーター切っちゃいましたし、第一空車にして走ってたらこんなに早くたどり着きませんでしたよ。早かったでしょ？いや、そういう問題じゃなくて、芸者扱いの方が良かったですか？もっとお金かかりましたけど。そういう問題でもなくて、川口さんなんでそういうこと最初に言ってくれないかな。すっとぼけてたんでしょうね。まあ普段はそんなミスするやつじゃないですよ。持ち合わせないですか、ひょっとして。いやここビルないよな。いやビルいっぱいあるところだとね、カード使えない時あるんですよね。なんかカードの時期がねバカになるみたいで、私それで一度お客さんにすげえ怒られたことあって、なんでカード使えねえんだよって。いや私のせいじゃないですよって思いましたけどね、どうしたって使えないんですよ。カード反応してくれないんですもの。私しきりにでも使えないんですよって言うしかなくて、でも使えるよって全然引いてくんなくて、いやもうどうしようかなって思ったんですけどね。ちょっと待ってくださいね。だからそう使えないみたいなんですよって言ったら、使えないわけないだろ私のカードがって、そうヤクザみたいな女でしたけどね。ちょっと待ってください。それで俺の前から消えてくれって思いながら、じゃあ今度でいいですって、その後は俺がもう諦めちゃって、そしてもうお金もらわずに下ろしちゃったんですよ。そうなんですよ。だってもうシートベルト外してそっと出ろやみたいな勢いでしたからね。怖かった。まあもう二度と会うこともないんですけどね。ちょうどこうビルとビルの間のこう袋小路みたいなところだったんですけど、私の気持ちまでこう袋小路に入っちゃって、もうその日一日心を閉じてましたね。ビルの谷間で心を閉じてしまったカードの気持ちがよく分かりました。都会にはねやっぱオアシスってもんが必要なんですよ。あれあれなんかお客さんの顔見てたら自分に今新解釈が降りてきたんですけどもね。新解釈？あれね、ビールのせいじゃなくってあれですね。あの女のカード自体が使用できなくなってたのかもしれないですね。そうだな、きっ
と止められてたんだなカードな。降りる時なんか悪いなって言ってたし、あの女のそういうただ乗りの術だったのかな。あれね。聞いてます？私の話。聞いてないです。逃げるんですか？そう見えます？ちょっと逃げるって。いやちょっとお金ないならね、あの時のヤクザ女ぐらいなんか起点聞かせてくださいよ。落語的リアリズムでも見せてくださいよ。どういう意味それ。ただ逃げるってタチが悪い。食い逃げですよ。乗り逃げですよ。いやでも実際乗ってないからなんで言うんですかねこの場合。いや私はお金持ってますからちゃんと今。お金持ってるんですか？はじゃあ私が今カードを使えるかなって気を配ったことがだいぶ無駄までに終わってるじゃないですか。知らないですよ。あなたが勝手にペラペラ喋り始めたから。いやもう顎痛いんですから。私あんま喋ると顎関節症なんですよ。こういう姿勢取っちゃうのが癖でね。あるいはねもうこうハンドルにこう突っ伏してこれでやられちゃいましたから。はい、顎の話今いいんで。関係ないですもんね。だからお金持ってないかもなお客さんに恥かかせないように遠回しにカードの使用を誘導したと。私的には顎に負担をかけてね。じゃあお金持ってるんでしたら払ってくださいよとっとと。いやだっていや多分最速で来たと思うんですけどね。いやお客さんも相当微妙な位置にいらっしゃったから私相当迷いましたよ。だって私千葉まで行ってたんですよ。千葉まで。でお客さんなんすかこのこの湾岸あたり。どうせだったら木更津までぶっ飛ばしてアクアライン経由でぐるっとね川崎方面から行くか、あるいは決死の U ターン一直線ぶっ飛びコースか、どっちも相当微妙なんですよ。本当すげえ微妙で。でもね私ねアクアラインっつうのも相当苦手な部類でして、アクアラインはね真夜中は幽霊道路なんですよ。誰も走ってないの。ゴーストハイウェイってやつです。静けさはねマジモンのゴーストに出会う可能性高し。トレーラー車のお化けの方がまだ可愛いもんですよ。猫バス？お客さん話わかるな。メイ。いや目は書いてないってお客さん。残念だな。あとね千葉川の湾岸沿いの方がいいことはあるんですよ。何ですか？ディズニーランドが見えるんですよ。千葉から東京に向かう湾岸沿いで唯一の楽しみでもあります。あなたさっき居眠り運転してるって言ってませんでした？いやディズニーランドの前通るときはね不思議と目が覚めるもんです。いややっぱり夢の国だけある。そうですか。異常な光景ですよ。真夜中の高速から見えるディズニーランド。いきなり西洋のしかも中世のお城が登場するんですから。シンデレラとやらが住んでるとやらのシンデレラ最高のドライブコースです。楽しんできたってことですね。負けてよ。だってこんな携帯届けてもらっただけなのに12000何本も払うなんてバカみたいじゃない。あなたがドライブを楽しんできた分負けてっつーの。いや別に楽しいんじゃないですよ。楽しみだって今言ったじゃないですか。言ったかな、はい言ったか。でもあれですよ、楽しいのはほんの一瞬で、あとはもう大苦痛のドライブでしたよ。俺すげえ眠いのになんでこんなつまんねえ道路走んなきゃなんないんだって。冷たいアスファルトの上に俺のくすぶった魂を捨てていくのかって魂ときたか。まあそんな感じの。よくわかんないんですけど。魂が？違いますよ。そうじゃなくてあなたそういうお仕事じゃないですか。だから大苦痛じゃないですか。俺さ、いや私ね基本眠い人間なんですよ。基本眠い人間が仕事なんかやりたいと思いますか？思わないでしょ。基本眠い人間が車の運転なんかしたいと思いますか？思わないでしょ。つうか危ないでしょ。自ら死に向かっていってるようなもんなんですよ。わかります？この恐怖とストレス。常に命と背中合わせの仕事なんですよ。もう眠々成人なんですよ俺は。いや私はね知らんがな。夜なのに酒も飲めねえし。ドライバーなんだから当たり前ですよね。俺だって飲みたい時ぐらいあるんですよ。ダメですよ、ドライバーなんですから。でも飲めねえし。じゃあ別の仕事に就きゃいいんじゃないですか？そう言いますか。はい言います。あんたは人間のジレンマが生み出す美学を何も分かっちゃいない人なんだ。何ですかそれ。人間って何さ。
私は眠いけど酒も我慢してやりたくもない仕事に就く。それも常に命の危険がつきまとうプレッシャーとともにね。なぜだか分かりますか？わかりませんし興味がありません。愛する人がいるからです。はそれも職場に。あ、片思いです。あだからこの仕事はやめられません。たとえ命の危険を感じようともね。いや、命の危険を感じてまでこの仕事を続けてるということが私が彼女に表明したい愛の深さなんです。わかります？その話って私が聞くメリットってありますか？え？私携帯届けてもらったんで私の用事は済んでるんですよね。あ、そうですね。はい失礼しました。いきなりプライベートの話をして、まあ私がドライバーをさせていただいているということはもはや反プライベート反パブリックってことなんですけどね。どうでもいいですよね、あなたにとっては。じゃあお帰りになりたいようでしたらお金を。いやだからそれがちょっと納得いかないんですって。私ねどっちかっつうとそっちの話をとっととまとめてこの場所をとっとと立ち去りたいんですね。あなたの恋バナを聞くよりかはね。どうして分かってくんないかな。いや、私はね別にいいですよ、払ってくれなくても。私の車じゃないしさ、別に会社の車だし、私が損することであんまないですよ。まあ客乗せた走行距離の具合だから多少は響きますけど、まあいいですよ。私別に金のために働いてるわけじゃないし。じゃあいいじゃないですか。ごめんなさい、悪いけどごめん。はっきり言って私払いたくない。だからはっきり言うとね、その領収書を切ったのは彼女のためなんですよ。なおさら関係ないですよね、私。あんた彼女と電話で話したんでしょ？関係なくないじゃないですか。もう十分関係してますよ。何どういうこと？私の口から言わせないでくださいよ、恥ずかしい。何？かが何？かといえばあの人しかいないだろ、バカだなおい。ヒントは何のヒント？歯医者担当の川口さん。川口さん、ピンポンピンポンピンポン。正解。何の正解？私が領収書を切ったのは川口さんのためなんです。川口さん？おお、そうです。あなた川口さんが好きなんですか？そうです。まあそうです。あんまり川口言わんといてくださいよ。恥ずかしいったらありゃしない。でもこんな重大なカミングアウトは他人であるあなたにしか発表できませんよ。会社の人間にはまあ口が裂けても。なんでですか？職場恋愛だからってね、別に大した問題じゃないんですよ。いや、それは大ありなんですよ。あなたは川口さんのことただの歯医者係だと思ってるでしょ。違うの？ただの歯医者係以上の何者でもなかったですけど、私が話した時は。川口さんはね。はい。言おうかな、どうしようかな。ちょっと何よ、言ってよ。気になります？あなたは川口さんの正体を本当に知りたいってあなたは本当に思ってます？そんなすんごい知りたい情報なわけでもないですけど、そこまで引っ張ったんだったら教えてください。是が非でも知りたいですか？そこまでではないです。12,870円で買い取る気もないですか、この情報を？ないですね。冗談。なんで今冗談なんか言われなきゃいけなかったのかしら。しょうがないな。じゃあ言いますよ。しょうがないなって、はい、もういいですから早く言ってください。もったいぶらないでください。何がおかしいの？川口さんは。何怖い話？怖くない。私も怖い顔してました？仕切り直したの？緊張してきました。やめてよ。もういいから進めてください。川口さんは。眉毛。ダメだ俺。すごいですね、芸能人さんって。あんなカメラパシャされてるところでよくぞ結婚報告とかできるもんですね。私ダメだな。もうそっとしてもう精神病院行っちゃうな。何パシャ芸能人精神病院？今のは独り言なんで気にしないでください。じゃあ言わないでください。心の中でつぶやいてください。すいません。もうどうぞ続き。川口さんはね、ロイヤルタコイツタクシーの。私大丈夫ですか？眉毛寄ってません。ご令嬢なんですよ。ご令嬢？歯医者係は仮の姿。本当はそういうことなんです。姫様なんです。ご令嬢が歯医者係よね。そう。驚きました。いや、なんか私は川口さんのことはあんまり知らないんで。素晴らしいでしょ。姫なのに。姫なのに姫然とせず、
一階の配車係となって我々のような一般の労働者と共に地道に勤勉に働いている宿女の鏡だ。姫ってのはまあ聞き捨てておくことにしましてね。何ですか？それは単にあれじゃないですか。会社が不景気なんじゃありません？身内を使ってコスト削減みたいな。まあそうでしょうな。オンボロ会社ですしね。うち20年前のセドリックとかね、車庫に待機させてあるんですよ。誰も乗らないですけど、社長の趣味でね。いやで偉いじゃないですか。親の会社を守るために自らの身を削る鰹節みたいな人なんです。鰹節。ああ、鰹節ってのはちょっと言い過ぎましたね。聞かなかったことにしてください。じゃあ言わないでください。とにかく川口さんは気取らず気さくで、しかもなんつうんですか、令嬢なのにストイック、そうストイックな人なんです。ストイック。そうストイック、言うなればハングリー精神に満ち満ちたストイック。よくわかんないんですけど、あれですか、ストイック、ハングリー、お腹が空いてるってことですね。バカちげえよ。はあ、すいません。とにかく川口さんはいい女なんです。はい。じゃあ付き合っちゃえばいいんじゃないですか。バカバカバカ。付き合えないですよ。なんでですか。だって令嬢ですよ。私会社の同僚たちにそんな素振りを見せようもんなら、逆玉狙ってんのかってなんか悪しき疑いをかけられるじゃないですか。さましい。逆玉なんてね狙ってないですよマジで。でも奴らはそういう悪意でもって私を疎ましがるでしょうね。くだらない連中ですよ。そうですかね。そうに違いありません。でもまあ仮にね、川口さん川口さんでしたっけ。川口ですよ。川口さんがね、みんなのマドンナ的存在だったらジェラシー的な意味もありえなくないですけど、何、川口さんってそういうタイプのご令嬢なんですか。いや、むしろみんなからだいぶ煙たがられてますね。あいつ今おならしたよなとかってなんかいつも陰でこそこそ言われちゃったりしてて。あららら。でもそれ可愛さ余って憎さ100倍みたいな根も葉もないジョーク的な陰口ですから。だからなんつうんですか、ほら有名性的なね。ちょっとわかんない。じゃあ分かりやすく言うと、本当はみんな川口さんのことを狙ってるんです。だからあいつ今日爪の垢すげえ溜まってたよなみたいなこと言い合うのは、お互いをこう牽制し合うための悪口なんです。へえ、川口さんってそんな不潔な方なんですか。いや清廉潔白そのもののような人ですよ。あんたは川口さんに会ったこともないのに何言うとるんですか。ごめんなさい。つまりですよ、川口さんがドライバーたちからそういう歪んだ愛情で疎まれてしまうのは、川口さんが配車係であるがゆえなんです。川口さんの配車は本当に厳しいんです。ストイックなんですもんね。そうです。ドライバーたちの能力を見極めて配車していきますから。怠惰なドライバーはすぐに切られます。いいですか。怠惰なドライバーはねすぐに切られます。はい、それ聞きましたけど、逆に同じこと2回言ってる。だから、川口さんに優遇されると配車率が上がっておのずと稼ぎが上がりますから、ドライバーたちは皆川口さんに気を使わざるを得なくなります。しかもご令嬢ですもんね。逆らえないですね。うわ、めんどくさい会社。私は川口さんに純粋な恋心で川口さんに近づきたいだけなのに、成績を上げるためだとか逆玉だとか思われたらたまりません。そうだって川口さんにまでそう思われたら、それはもう私の本意ではありませんから。私は倒産寸前のロイヤルターコイズタクシーを、令嬢なのに身を粉にして働いている必死な川口さんを少しでも助けたいんです。私も必死にならねばと思いました。だからその領収書の料金を支払っていただけると、我が社的にも川口さん的にも、そしてそのことによって川口さんから感謝されるだろう私にとってもみんなが助かるんです。いや、そうきたか。私が客だったとしてもそんなにかかっとると思わざるを得ない料金ではありますが。だったら明日まで我慢してお宅の会社に明日取りに行けばよかったじゃん。死のこと言わないの。携帯忘れて我慢できなかったあんたの解消のなさを責めるべきだね。だってそれはさ、だって携帯ないといろいろ困るから。必要だったんでしょ。では恐れ入ります。請求させてください。だってはっきり言って携帯を車内に忘れたのはあなたの悲運です。
悲運というか、むしろあなたの怠慢が生んだ愚かなミステイクなんです。私には何ら関係のないことなんですよ。助ける筋合いなんて本当はありゃしません。だってあなたと私は完全な他人同士なんですから。いや、そうなんですけど。だけど私はあなたを助けたじゃないですか。私の人生に無関係なあなたの過ちを命の危険とも戦いながら携帯を届けたじゃないですか。あんたは誰ですか？私あんたのことなんか本当知らないよ、全然。でも助けたよ。戦場で出会った名も知らぬ瀕死の兵士を見つけた気分でね、助けたんだわ。私の中にわずかばかり存在するヒューマニズム的な愛情に感謝だ。はいはい、わかりましたわかりました。はいはいはい、助かりました助かりました。ありがとうございました。なんだその心のこもってないありがとうは。だってもし私が悪い人間ならですよ。もし私が悪い人間ならあなたの携帯でなんかいろいろうまい犯罪とか思いつくかもしれないじゃないですか。いや幸い思いつきませんでしたけどね、私は川口さんのことで頭がいっぱいで。そうですよ。やっぱりあなたはね、川口さんにも感謝しなくてはならないってことだよ。川口さんがいなきゃ私は悪い犯罪を思いついてあなたに携帯を届けなかったかもしれない。ほら、あなたから直接川口さんにお礼をした方がいいんじゃないですか。いや、ちょっといい？何ですか？私が携帯を忘れたっていうのはまあ100歩譲って私がすっとぼけてたっていう落ち度があったかもしれないけれど、100歩譲らずともそうですよ。でもさ、運転手であるあなたは乗客を降ろした後にね、一応後部シートを見て忘れ物がないかってチェックすべきじゃありません？それがプロとしてのドライバーの果たすべき義務じゃありません？でもあなたはぼーっとしててそれをしなかった川口さんのことで頭がいっぱいで、完全なる職務怠慢じゃない。川口さんのことを考えてぼんやり海辺をドライブしていたらなんだか気がついたら千葉まで行っちゃってっていう、そういう類の話のでしょ。そんなの私が完全に被害被ってるじゃないですか。降ろした直後にあなたが気がついていてくれればこんなことにならなかったんですよね。でしょ。だってあなた私が携帯鳴らすまで気がつかなかったんでしょ、私のこの携帯のこと。そうですが、夢の城に行っちゃってたんでしょ。夢の城にはいや、私は真夜中のモンスターと戦ってたんですよ。知らんがな、意味わかんないこと言わないでください。さっき散々説明したじゃないですか。でも猫バスで意気投合したじゃないですか。メイなこと知らなかったじゃないですか。そうですが、メイメイは重要じゃないだろ。なんだよメイってもうしないよ。メイなんかもうどうでもいいよ。重要なのはね、私がトレーラー車について感じる恐怖についてだよ。あんたもう本当に分かっちゃいな。わかりましたよ。じゃあもうメイの話はしませんから、もう本当どうでもいいので、もうメイの話はもう二度としません。それでいいですか？で何でしたっけ？なんだっけ？だから私がなんで川口さんに感謝しなきゃいけないのっていうのも、むしろ私が憎むべきは川口さんなのよって話です。まあそういうわけでさ、この料金を私が全額支払うっていうのはやっぱりどうしても納得いかないわけなんですよね。支払うとしても私のミステイク分、携帯を届けてくれたっていう色代もちょっとは加算してあげなければないけど、1000円でいいかな。ちょっと聞き捨てならないんですけどいいですか？何ですか？川口さんのことは憎まないでほしいんですよ。だってしっかりした人なんですよ、本当。彼女サービスに関してはプロとして徹底してる人なんです。だってお客さんがどうやったら気持ちよくタクシーに乗れるか、そればっかりを考えてます。それなのにその挙句に情けは人のためならずなのかよく知らんですけども、何の因果かお客さんから憎まれてしまうなんてありえないでしょ。かわいそうでしょ。もうやるせない、実にやるせない。守りますよ、僕は川口さんの名誉。知らんがな。だってあんたも直接お話ししてちゃんと気持ちよく対応してくれたでしょ、彼女プロとして。いやプロならばフリーダイヤルを導入してって言いました、私は。ケチ
ちだな。サービスを考えてるんだとしたら詰めが甘いでしょ。そういうとこ携帯の忘れ物って多いわけでしょ。昨今は携帯をなくした客がね、問い合わせることの大切さを、ことの大変さを、ことの複雑さを全然分かっちゃいない。公衆電話ってないのよマジで。今はなんかどんどん撤去されてんだかなんだか知んないんだけどね、なかったのよね公衆電話がね。なんでないの？どこ行っちゃったの公衆電話ってね、マジで。ねえ、公衆電話がないことを詰め寄られてもね、もうそんなことは電公社さんにNTT さんに言ってくださいよ。タクシー会社に文句言われてもね、ナンセンスだよ。分かってますけど、でね、公衆電話があったところでその後小銭たちとの必死の攻防が待ち受けてるのよ。ねえ、テレカって今どこで売ってんの？知りませんよ。知らないわよね。はい、それよかね、なんていうか、あんたも頭に血が上ると冷静さを失うようだからあんま言いたくないんですけどね。じゃあ言わなくていいっつの。まあ川口さんはあんたが必要とするスケールの小さいサービスを考えつく前にね、もっとでかいことを考えてる人だってことを私川口さんの尊厳のために一応言わなきゃいけないんでね、一社員として一思い人として。はいはいはい、何ですか？つうかね、詰めが甘いのはね、あんたの方なんですよ。はあ？そうですか？携帯の忘れ物が多い昨今だなんて。小さいな。いいっすか？まずうちでは乗客の方からの忘れ物の問い合わせとか基本ありえないですから。なんでですか？なんかみんなあなたみたいなヘッポコドライバーのせいで忘れ物にすら気がつかないってそういうことですか？そうでなくて、もう違うんですよ。なんでそんな意地悪なことばっか思いつくんです？違うんですよ。何が違うんですか？だからうちのタクシーに乗る人は忘れ物をしないんですよ。だからなんでっつうの。だからだって後部シートに座って目の前のすんげえ目立つところにこう爽やかに注意書きしてあったでしょ。気づかなかったんですか？さあ。あんたどんだけぼーっとしてんですか？人のこと言えないですよ。何？いやだから普通見過ごす人いないはずなんですけどね、あれ。だから何？メッセージですよ。手荷物と貴重品は必ず左側に置きましょうって。何それ？だから手荷物とか貴重品とかを忘れ物したら困るものはね、こうシートに座って左側に置くんですよ。だからタクシーの乗車口って左側にあるんでしょ。こう右側に置いておいたら、なんか降りる時ボーっとしてたら、なんとなく忘れがちになるじゃないですか。だから左側に置いておくと必ず視界に入って忘れ物に気づくと。細かい話ですけど、そのメッセージ川口さんのアイデアなんです。もうスペシャルでしょ。スペシャリストですよ。もうオーソリティですよ。ファイナリストですよ。すげえでしょうちの川口は。分かったもううるさい。それによってうちのタクシー会社を利用した乗客の忘れ物率がだいぶ下がりましたから、昨今ではほぼないですね。なるほどね。感心したでしょ。まあちょっとは勉強になりました。そんな有益なメッセージサービスを施しているのは東京のタクシー会社でうちぐらいなもんですよ。これでもうあなたは川口さんのことをバカにはできないはずです。そういう客の行動の裏の裏を書いた川口さんの慈悲深い気配りにも気づかなかったってことは、あなたつまりですよ、あなた自身に大いに欠陥があったわけです。いやちょっと待って、まだなんかありますか？あなたもしぶといな。そんなメッセージあったような気もしないでもないけど。あったようなじゃなくてありました。その慈悲深いメッセージを軽く見過ごしてしまうほどちょっといただけないもう一方のメッセージに私は目を奪われていたの。ディズニーランドへの定額輸送。あれもね、もちろん川口さんのアイデアで。私ね、もうディズニーなんて大嫌いなのね。そんなことまじまじ言う人初めてだ。あ、そう？だって子供も大人もみんな好きでしょ、ああいうとこ。決めつけないでよ。スエも？何スイーって。スエも知らないんですか？知らない、嫌いだもん。名は知ってるのに？ジブリは好きなの。そうですか。ディズニーは嫌い。嫌いなのは結構ですけどね。どうせ俺が作ったランドじゃねえし。でもそんな忌々しいもんでもないでしょ。忌々しいですね、個人的にはものすごく。そうですか。ディズニー2文字がね、こう目に飛び込んできた瞬間にこうなんか胸がムカムカしてきて、こんなくったらないサービス考えたタクシー会社、後でタクシー近代化センターに電話してクレームつけてやるって思ったんです。あなたクレーマーなんですか？いや別に。
あ、一般の方ですよね。はい、そうですけど。てか何一般じゃない人って。いやさあ、いるんですよ。まるでタクシーセンターにクレーム言うために乗ってきたような床やんが。私そういう客だけはたまんなくってもうビクビクしちゃいますよ。いやあれ知ってます？ドライバーって名指しで3回クレームつくとクビになっちゃうんですよ。うん、知ってるよ。おっと知ってるんだ。あなた今日私のことを監視してないですよね。今日はね、もうそれどころじゃなくて。ですよね。よかったね、ラッキーだったね。いつもはするよ。はい、よかった。私も2回名指しされてますから。やばだからドキドキしちゃって変なの乗ってくるともうね、楽しんだらいいんですよタクシーってのは。せっかく乗ったんだからレジャー気分で行きましょうよってこう皆様にお勧めしたいですよ。じゃあ気分にはならないよね。戦いを挑む気分で乗るけどね。ああ、そうなんですか。あ、そういうタイプですか。あなた自利品。じゃああれだ、普段はねちっこく道順指図するタイプだ。指図する。指示派だ。何それ。でも今日は点で指示しなかったですよね。今日はね、漠然としてましたよね。何ですか？海の方へ行ってだなんて。私なんだろうこの人、中島みゆきでも意識してんのかなって思っちゃって。してない。いやで何でしたっけ？話ずれちゃってすみません。なんだっけ？何でしたっけ？だからディズニーが灘のつね、なんかどこつくんだらないメッセージのせいでそちらに心を奪われていたせいで、どちらかといえば有益なメッセージを見逃したっていう話ですね。それはね、言いがかりですよ。そうですか。たとえ何か気になるなと思っても見過ごしたらいいだけの話じゃないですか。あなたね、気になるとか引っかかるどころの話じゃなくて、なんていうか精神的に圧迫されたの。私はなんていうのかな、傷つけられたっていうか精神的障害者だね。私にとってのあのメッセージは。いや死んでたかもしれないよ、体調いかんによっては。そしたら精神的障害致死罪だよ、危うく。タクシー内で奇妙な殺人事件が起こるところだってね。よくわかりませんけど、もし起こってたらだいぶミステリアスな事件ってことで後日掘り起こされそうですね。私のディズニーにつきまとう PTSD が呼び起こされてだよ。危うく私は心筋梗塞を起こすところだったっていう話です。ごめんなさいね。全然気づかなかった。そんな具合悪くしてたなんて。ずっと緊張してたんだから。それでずっと黙ってたんだ。もう吐くかなと思って、吐くってもう限界まで我慢したところで降ろしてもらったんです。そういうことでしたか。はい、そうですよ。あなたもうちょっと乗客に興味持ってくださいよ。だって興味持ってくれるなって雰囲気だったから。興味は持たなくてもいいんだけどさ、気使って乗客なんだからこっちは。だから私もずっと黙ってたでしょ。実はこんなおしゃべりな人間が何にも問いませんでしたよ。あなたに気を使ってね、なんかやばい感じの女乗しちゃったなと思ってね。だからそれはメッセージのせいで一気に緊張が高ぶったから、よりそういう雰囲気にもなるでしょうよ。いや具体的に点で行き先も言わないし、海の方へ行ってたなんて。私なんだろうこの人、中島みゆきかなって。あれさっきもこんな話しましたよね。したね。違うんですよね。意識してないんですよね。とにかくね、なんだろうって。そしたらいきなりここで降りるなんて騒ぎ出して、私この女怖と思って。私は吐くって思ってたから。そういうことでしたか。まともな人でよかったです。しかもこんなところで降りてったでしょ。私あの人絶対海飛び込むなって。飛び込まないわよ。なんでよ、風邪ひくじゃない。で無事に入ったんですか？いや、吐こうと思ったら携帯をねなくしたことに気がついて。だから私がね携帯を忘れたっていうのはオタクのくだらないメッセージのせいだっつうことですよ。そうくるか。はい。もっと言ってしまえばあなたの愛する愛しの川口さんのせいだってことです。だから携帯届けてもらうのは当然。チャラでよろ。よろ。よろしく。なんならね、私の心の傷を再発させた慰謝料も請求させていただきたいところですけど、チャラで勘弁して差し上げます。はい。チャラか。思い出したらまた吐きたくなってきちゃった。川口さんに申し訳ないな。知らんかな。川口さんが自分でまいた種だわ。これでまた川口さんに嫌われちゃうな。ねえ、本当にさ、それって私の知ったこっちゃないことだからね、マジで。
ちょっと何まだなんかあんの？いやいやチャラでいいって言ったよね。いいんだよね。言ったよね。それちょっと置いといて。置いとかないでよ。なんでもう処理してよ。それちょっと置いといてだから置いとかないで。話の流れによってはチャラ OK にするから。何それ。いやあれいや川口さんなんか言ってませんでした？私のことを電話で話した時怒ってなかった？なんで？いやずっと無線切ってたから。それはね迷惑がってたよ。やっぱやべえってそりゃさ私のしたこっちゃ本当にないことなんだけどさ仕事中に無線切るのは良くないよね。それでさ私だって若干迷惑被ってんだからねあんたに電話がつながらなくて。それはすいません。はいあと他に何か言ってました彼女？もうなんて言ってたかな。何ですか？なんか心配とかしてませんでした？心配？してたの？マジでそれどんな感じで心配してたか教えてもらっていいですか詳しく。電話だしよくわかんないし私川口さんの造形がね全くもってわからないからあんま詳しくは言えない。あんたの想像と感触で構いませんから教えてください。だから神訴えないの無線が通じないんですよねって言っていて。そこに心配が含まれてたと？いや普通に言ってたけど業務的に。そうですか。なんか私的な感情とか感じなかった？そうだね別に特に。そうなんだ。じゃあどこで心配を感じたんですか？だから乗車中は電話に出られないので様子見でかけてくださいねみたいな。私が勝手に個人的に受けた印象だと。そういうのが大事なんですよ。あんまり刺激しないでくださいねみたいなニュアンス。なんでそれ？あなたやばいやつだと思われてますよ。やだな。それは違うのにな。っていうかさなんで無線来てたの？それはですよそうしたくなる気分の時ってあるじゃないですか生きてると往々にしてね。いやもうかき乱されるんですよ彼女からの無線で。今日は無線連絡が少ないなとかね。なんで少ないのかな俺を避けてんのかなってそういうことばっかり考えちゃって。いや無線ってさ仕事の連絡じゃん。そうですけどでも意識するじゃないですか仕事とはいえね。いや分かってますよ仕事と恋愛は分けて考えないと。でもね無理ですね。今日はねやけにいつもよりやけに少なかったんですよね彼女からの配車連絡が。やっべえついに嫌われたかと思っちゃって。なんか嫌われるようなことしたの？いや昨日無線を使って何？好きですって言ったんですよね。何それ超面白いね。なんでわざわざ無線使っちゃったの？かっこつけたの？ドラマチックな演出を施してみちゃったりしちゃったの？いやかっこつけたっていうか彼女の連絡先も知らないし明け方会社に戻る頃には彼女仕事上がっていないしかといって仕事の前に告白するのもねそれはそれでざわめくし。無線ってすごいね超おもろいわ。まずかったですかね。いやわかんない私川口さんじゃないし。だって配車してたらこういきなり好きですって聞こえてくるってことでしょ。何事かと思っちゃうね。なんか混戦して別の国からのメッセージ届いちゃったのかなみたいなね。日本語ですから。分かってるけどウケる。惹かれちゃったかな。いや私川口さんじゃないか分かんない。いやあなたが川口さん的な立場だったらどう思います？ウケるみたいな。嬉しくはないですか？嬉しいかな。いやびっくりするよね。喜ばそうと思ってやったの？違いますけど真剣ですけど。それちょっと切羽詰まった感じで言った。だとしたらすんげえキモいって思うかな私だったらね。どうかな。どんな感じ？いや軽くでも重くでもなく好きですみたいな。わかんないわ。ちょっと気持ち悪かったかな。何度も言うけど私川口さんじゃないから。やっぱ言わなきゃよかったかな。知らんかな。絶対そのせいなんですよ。彼女を避けてたんですよ今日俺のことね。それで無線来てたんだ。だって
避けられてるって思ったらもういいや電源切っとけってなるじゃないですか。まあそれはね分からなくもないけど。でしょ。あんたも携帯の電源切ってたでしょ。似たようなもんですよ。えいやなんか連絡待つ時間が辛いんですよね。まあ連絡っつうか無線なんですけど。絶対やばいわ。嫌われたわ俺。ねえそう思いません？そうかな。いや嫌われちゃいましたかね。俺嫌われちゃいましたかね。ちょ詰め寄らないで。一意見を聞かせてくださいよ。必ずしもそうとも限らないんじゃない？なんでですか？なんであんたがわかるんですか？だって私の話するとき彼女になんか嫌なニュアンスとか感じなかったですか？それはなかったの。何も？極めてニュートラルだった。それはそれで辛いですね。興味ないってことですか？いやっていうかそれどころじゃなかったんじゃない？なんですか？いや彼女のね無線が少なかったのはあなたの婚前告白メッセージとは無関係だと思う。は？なんで？だって下痢だって言ってたから。マジっすか？もう下痢が大変そうだったんだよ。私電話中に何度もトイレ行かれちゃってもう何なのと思って。下痢？川口さんが下痢？まあ私もさ下痢相手の人に強く出られないからさ困っちゃってなかなかあなたの電話番号教えてくんないんだもん。それ何？下痢という理由にカッコつけて自分の知らない女に俺の番号を伝えたくなかったからじゃないの？何それ？だってもし川口さんが俺に少しでも好意を感じてたら番号を教えるなんてなんか所在投げの女から電話かかってきたらさ何事かと思うでしょ。だって私客だって散々言ったよ。いや客だけどさ客だけにだよ。一目惚れしたのかも上歌いないさんにって思ったかもしんないじゃん。川口さんが？大事だよ恋愛において第三者の登場ってのは。嫉妬したってこと？川口さんが私に？そういう可能性だってあるでしょ。ないね。ない絶対下痢って感じだったもんね。もう恋愛感情なんか介入するほどの隙がないぐらいのね世話しなさだったからね。そこまでひどい下痢だったの？私もねあんま言うのもさ彼女もレディーだし第三者がね下痢の詳細を密告するなんてさ私もなんか気が引けるんだけど。俺の告白で彼女が腹を壊したって線もあるかな？知らんがな。ないんじゃない？だとしたら可能性あるよね。心が動いてるってことだよね。下痢は腹だよ。いやでもなんかざわめくこととかあるとお腹痛くなったりするじゃない。ストレスとかだったらね。ストレス感じたのかな俺の告白に。知らんがな。女ってのはねこうなんかざわめかしいことがある時にはね腹じゃなくてここら辺がねこう開くんだよね。いやそれ女っつうかあんたがでしょ。そうなんだけど個体差があるから腹に来る人だっているかもしれないじゃん。じゃあそれはそれでいいんだけどだとしたらあれだよ悲しい現実をお知らせすることになっちゃうけども決して気持ちのいい話じゃなかったってことだね。そうなの？嬉しかったら下痢なんかしない。しくじったかな。しくじったね。仮に私が仕事中にいきなり告白とかされたらドン引きだね。何言ってんのあんた本当にもういい加減にしろよマジで。おめえ仕事なめんなよって思うわ。やっぱそっか。しかも無線でしょ。ごめんはっきり言うけどすっげえキモい。やらかした？相当ね。連絡先知らなかったら置き手紙とかにしとけばよかったんじゃん。手紙か思いつかなかった。いや手紙もちょっとゾッとするけどね。いや私だったら自然な成り行きを求めるかな。直接コミュニケーション取ってくださいっていう。ちょっとさ電話してくんない？川口さんに。なんで私が？だって多分俺からの電話だと出ない恐れがあるから。だって携帯にかけるわけじゃありまいし誰がかけたって一緒でしょうよ。いやでも電話出て俺だって分かった瞬間切られるの嫌だし。切らないでしょ。分かんないじゃん。ゾッとされるかもしんないじゃん。ストーカーしてるって思われるかもしんないじゃん。思わないよ。いやありえるって。そう誤解されても仕方のない微妙な時期なんだから俺と川口さんは。だからってなんで私が川口さんに電話かけなきゃなんないの？客の私が。私たちってさてか本当関係のない人間だよ私は。いやもう結構な時間喋って友達みたいになってんじゃん。友達になった覚えないわ。客です私はあなたの。じゃあ客としてでいいからさかけてよ電話。かけてどうすんの？俺のことをどう思ってるのか聞いてよ。いきなり？じゃあまず下痢の様子でも伺ってよ。なんで私が下痢の様子を心配しなきゃいけないんですか？だって話したんでしょ。優しい客じゃない。おかしいって。じゃああれじゃん、携帯が無事に届きましたって報告すんの。それだったらかける理由あるけど。でしょ。そういう電話だったらね彼女きっと喜ぶと思うから。私川口さんを喜ばす道理なんかないんだけど。これチャラにするから。いやそれ
いや今そのカード今出す。うん、これチャラにするからさ頼むわ。うわずるい。うわうわいいの？ちょマジ電話して今して、お願い頼むわ。電話かけてどうすんの？なんか適当に世間話してさ、そんで神訴えないさんには本当をよくしてもらってと俺のことをそれとなくほのめかしてもらって、全然それとなくじゃないじゃない。今度飲みにでも行きませんか3人でと。なんで私が飲みに行かなきゃなんないのよ。だから料金チャラにしてもらったんでそのお礼におごらせてくださいみたいな。おごらないよ。じゃあおごるのはいいや。まあでもその方が道理が通るじゃない。後でおごってもらった分のお金は返すからさ。本当に飲みに行く気？飲みに行くのが一番でしょ。わかんない。仲良くなるには飲みに行くのが一番だね。じゃあ2人で飲みに行ってよ。なんで客の私が？いきなり2人はまずいから来ないから絶対。いや私が誘ったところで来るとは限らないじゃん。いや来るね彼女。客に対しては誠意を尽くそうと考えてる人だよ。客からの誘いを無限に断るような人じゃない。あ、そうだとしても私は川口さんと飲みに行きたくないんですけど。だから適当な時間が経過したら帰っていいからさ。はあ？それで俺川口さんと2人きりになるから。よくそんな打算的な考え方思いつくね。もうさ本当私全く関係のない人間だからね。何こう飲みに行けとか適当な時間に帰れとかってさ、もう帰りたい時間に帰らせてよ。気使ってよ。使わねえわ。何なのこれ、何に対して何なのこの話ね。あれだ分かったじゃあ同僚1人連れていくから22にしよう。なんだそれ。合コン。これいいや、グッドアイデアだわ。なんで私がわざわざあなたに男世話してもらわなきゃなんないのよ。私今男欲しいなんて言ってないでしょうよ。欲しくないの？今は別に。いるの？いないでしょ？欲しくなったら自分で探すし。いや相談乗るよ。やだし、そんな薄ら寒い告白なんかする男に相談なんかしたくないし。ああそう。何？いや本当相談乗るよ。なんなのもういつってんのにもう。あれですか。はい川口さんに電話しましょうか。はい川口さんと。いや言うつもりなかったんだけどさ。いや黙っておこうと思ったんだけど、俺の話ばっかり聞いてもらって悪いから、いやあんたの相談にも乗ろうかと。何なの？いやごめん携帯見ちゃった。いやなんか他人の携帯持ってるとさ気になっちゃって、なんか俺気になりすぎて事故起こしちゃうかもと思って危ないから危険防止で中見たの。だってどうせ人の携帯でしょね。どんなだよと思って、仮にあんただって俺に携帯見られたとしても他人だし関係ないでしょって思うかなとも思ったし。マジで？見ちゃった。ごめんね。なんか今となっては他人って感じ全然しないんだけど。嘘でしょ？本当だから。嘘つくメリットもないし、むしろ真実を言う方が勇気いるよ今となってはね。最低だね。いや見るなっていう方が無理だって。じゃあ何、俺があんたの携帯に気づかなきゃよかったわけ？一緒。そういう話じゃないでしょ。電源つけたの？つけて見て爆笑して、そんでまたちゃんとオフにしといたから。なんかね。でも俺見てよかったと思ってる。だってかわいそうだもんあんた。すげえみっともない。いや人それぞれなんだね。勇気出たマジでありがとうって思ってる。きついわマジで。ほんときついわ。ごめん。いやごめんじゃないか。どこまで見たの？全部。さ今更隠す必要なんかないからっていうか、今更隠されたとしても気分悪いから。言って。まず着信履歴と発信履歴。それはねすぐ見れちゃうから見たよ。あと何？メール？メールだね。受信発信？ごめん両方。すごいね人って。なんか知らない人だからなおさらね。すごい世界が広がってるんだね。いや別の惑星に行けたよ。その携帯の中にね宇宙が広がってたんだね。ディズニーランドを軽く凌駕する夢の世界だったわ。ちょっと待って。写真？いや正直写真が一番面白かったわ。
この怒るに怒れないこの気持ち、何どうしたらいいのこの状態で。吐く？いやいやいや、吐かんわ。分かった、殴りたいだわ。いややめてね。今ね、恥ずかしさをね解消する手立てとして思いつくのはね、そうだね、殴るだね。いや、殴るだろって壁とかにしてね。壁殴ったって手だけでしょ。いや顔殴ったって痛いよ手は。やめてね。恥ずかしい。いや恥ずかしいよ。恥ずかしいんだって人っていうのはね、もうそれが人でしょ。写真の方はその頭の中から消去してもらってもいいかな。今バッチリ脳に焼き付いてるわ。そっか分かった。じゃあ頭ぶん殴るからさ、ぶっ壊れてもらってもいい？消す消去ね。はい、消して。消えた。消えた多分、大丈夫。そうでもさ、なんであんな恥ずかしい写真どこでどういう気持ちになったら撮れるもんな。ごめんいやもう感慨深くてもう消すのもったいなくてごめん。消した客観的な立場から言わせてもらうとだよ。まあ彼氏はさ、多分あんたとはよりを戻さないね。分かってますけど。本当に分かってんの？いや、裸の写真送ったってますますドン引きされるだけだよ。いやそれはね、本当にやばいから。自撮りで裸の写真でちょっとちゃんと冷やした方がいいと思う、頭。いやだってもう裸でミニーちゃんの格好してる人初めて見た。だってディズニーが好きだって言ってたから。いやそういう方向の好みじゃないでしょう。もっとこう夢みたいな部分が好きなんじゃなくってだって俺あれだよ、シンデレラのヌードなんて見たくないもん。プーさんのさ蜂蜜がエッチなローションだったらどうよ、やめてよでしょ。別になしじゃないんじゃない？全然ありだと思うけど。そう、変態なんだね。靴履けば。言われなくたって履きますよ。シンデレラみたいになってるよ。何うまいこと言ったみたいになってんだよ。電源つければ。いい。つけなよ。いいって。返信とか来てるかもしんないよ。ないから。見てみなって。どうどううるさいね、ちょっと待ってよ。ない、全然ない。やっぱね。いや返信しづらい内容だもん、あんたの。そうなの？なんか詩人だよね、あなた。とってもポエティック。普通だよ。普通じゃないから、ポエティだから。あとメール長すぎだよね。たまにはさ、短文でさ、これスパッとさ。じゃあさ、どういう風に書いたら返信もらえるわけ？わかんない。あれじゃん、クエスチョンマークとかいっぱいつけたらいいんじゃない？それね、前にやったんだけど。ダメだった？なんかね、死ぬまでに聞きたいあなたに対する30の質問っていう件名で。無理。違った？何それ？アンケートなの？やばかった？冷やしな頭。とにかくね、一回新しい風を浴びた方がいいと思う。ちょっと聞いていいですか？何？海の方っていうのはさ、一体何なの？海の方に彼氏がいんの？いや、あの人海沿いに引っ越したかったと思うんだよね。よくわかんない。海沿いっていうか、埋め立て地っぽいとこ、そういうとこが好きな人だから。変わってんね。そう、埋め立て地フェチみたいな。こっちの方であってたの？そのディズニーの方じゃなくて。ディズニー方面は昨日探した一応。一軒一軒？
40階建て以上の高層タワーマンションにしか住まない人なの。だからもう大体名簿しがつくのよ。完全にストーカーだね。なんか大規模な行動範囲のでかいストーカーだね。すげえね、すげえ執着心だね。いやー、それでタクシー使って、あんたリッチな人なの？いや別に。ああ、もったいね。超無駄遣いじゃん。いやもったいないっていうか、とりあえず衝動が先ですから。どうせだったら電車で行ける時間に行ってさ。終電まで働いてますので、私毎晩。忙しいんだ。働いてないとね、頭がおかしくなりそうで。彼氏のこと考えて。そうだね。一緒。俺も川口さんのこと考えるとはもうどうしようって死にたくなっちゃうんですけど。一緒にしないでください。私はね、あなたと違って自分の体を使って能動的にレコンキスタしてますんで。いや、ちょっと意味わかんない。我が恋のレコンキスタです。本当に意味わかんない。つまり恋の国土回復運動ね。でもいいよ、もう漠然とでもいいから分かってくれればいいのに。そういうさ、難しい話はまあいいからさ。それで毎晩タクシー捕まえてんの？家探しは今日2日目。宝探しみたいだね。じゃあ携帯お届け料の1万何本なんて惜しくないでしょうが。それはね、目的からずれた出費だから消せないわ。しっかりなさってますな。じゃあせめてレンタカーでも借りてさ。免許失効してる。持ってない。じゃあ土日の明るい時間にさ。土日まで待てない。わがままだね。だって会いたいって気持ちをさ、どう処理したらいいのってなったらさ、まあ何としてでも会いに行くしかないよね。でも無視されてんだからさ、そこは何とかしてしのがないと。ねえ、わかんないんだ、そういう気持ち。我慢。だったら連絡よこさないならもう連絡しないで連絡してよって思うの。おっと、俺に切れないでよ。あんたの彼氏に言ってよ。だってさ、何も連絡なくなるってさ、そういうとこ人としてどうかと思うよ。大人だったらさ、一言でもあってもいいでしょうよ。いやいるって、そういうサバサバした人っていうの。急に連絡取れなくなるなんておかしいでしょうよ。フェードアウトってそういうことでしょ。何フェードってバカじゃないの。普通だったらさ、てか私だったらね、こうもし急にね連絡取りたくなくなったら言うよ。ちゃんとメールでも電話でも、電話ででも電話かな、電話だな、大変申し訳ございませんが、明日から一切あなたとの連絡を絶たせていただきますので申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたしますってね。それがさ、大人としての誠意ある対応ってもんじゃないの。なんか落ちたよ。はっきり派だ。はっきりすっきり派よ。仕方するなんてさ、本当にありえないんだけどね。だからさ、俺に切れないでってのも。なんか思い出してきたらだんだん腹が立ってきた。もうあれでしょ、もう本当あいつの居場所を絶対見つけ出して、もう直接一言物申してやらないと気が済まないわ。つかんないと思うよ。本当に探したいならさ、探偵とか雇った方が早いんじゃない？それ思いつかなかった。でも思いついたとしても探偵雇うなんてね、邪道なことしたくないの。私はね、これは彼と私の一個人対一個人で正当に解決する問題だと考えてますので。アホだな。はいや、なんでもないね。その人さ、もう海越えてさ、ドバイとかにいるんじゃない？やめてよ。タクシーとかで行ける距離じゃないじゃない。すごいってドバイ。埋め立てまくりだって。320階くらいある高層マンションバンバン建ってるって。参考のためにさ、もう一個だけ聞いていい？何？いや、彼氏ってさ、何やってる人なの？聞いてどうすんの？いや、アンサーをね、出すのにちょっと。何アンサーってね。いいから、なんかずいぶん野生的な感じしたし。あれジグロ？それはちょっと彼氏のプライバシーに関わることなんで。今更何言ってんだよ。いいじゃん教えてよ。アーティスト。おお、すげえかっけえじゃん。何のアーティストなの？ヒサロのマシンとか作ってんの？違うよ。何それ？ヒサロマシンアーティストってこと？冗談。ちょっともう冗談とかくだらないこと言うのやめてくれる？もうなんか逐一疲れるんだよ。はい、分かった。教えてよ。インディアンジュエリー。ね、あなたインディアンジュエリーわかる？分かんない。そう。だからインディアンみたいなんだね。
かっこいいでしょ。え、わかんない。あ、そう。だからあれだよ、アンサーとしてはだよ。何？いや、あんたが彼氏と本当によりを戻したかったらさ、何？いや、インディアンみたいなミニーちゃんの格好をして高層マンションをこう背景に埋め立て地にこう埋まってる自撮りを送ると。あ、ごめん、また冗談言っちゃった。なるほど。これあれじゃん。ちょっと待って。インディアンっぽい。インディアン。これ光るんだ。これ光るんだわ。ちょっとこれ持ってて。持ってて。あとちょっとその手袋貸してくれない？手袋貸して。あとね、これも持ってて。これ。あとなんだ。羽とかも。カラス捕まえてきて今泣いたやつ。羽欲しいんだけど。あと何スコープかな。斧何指や。ちょっと羽探してきてよ。あとなんだあともっとさ、こうインディアンのインディアンあった。あとなんだ埋められるとこ、埋もれられるとこ、ちょっと土だよ。土のあるとこがないんだけどね。ちょっとどうする？海に飛び込む。いや、高津まで行け。ちょっと。冗談だから、ごめん余計なこと言って。本気にしちゃった。埋まろうとしちゃった。これ光るんだわ。光ってたね。光るぞ。わかるよ。いや、何？わかるよ。何が？ちょっと今一瞬寝ちゃってた。俺も。なんかちょっと明るくなってきてない？本当だ。
4時半。何明日早いの？いや明日普通9時。なんだじゃあまだ全然大丈夫じゃん。もうちょっと付き合ってよ。あんた眠くないの？まだ大丈夫。今ちょっと寝たし。めっちゃ超一瞬じゃん。いやほらこっちから普通料金になるしさ、あと30分くらいいいじゃない。何すんの？いやほらやっぱ川口さんに電話してさ。ちょっとあんたそれまだ言う？いやそれあんたのためでもあるから。合コンしようほんと。いや同僚で一番変態なやつ誘うから。これから？そうだね、これからでもありなんじゃん。明日寝ないで仕事か。休んじゃえ。あんた仕事何時まで？一応6時。じゃああんたが仕事終わるまで私どうすんのよ。俺の車で仮眠してていいから。だからまず川口さんに電話しようよ。そうだね。急いで川口さん5時で上がっちゃうから。そこ。わかんない。もう電話番号がわかんないよ。もしもし、川口さんお願いします。ありがとう。川口さんですか？私先ほどって言っても結構先ほどなんですけれどもね、携帯電話の忘れ物で問い合わせたものなんですが、携帯無事に届けてもらいましたんで、それでね、上訴内さんがあなたとお食事に来たいそうで。いきなりすぎ。そうだから二人っきりっていうのもね、いきなり二人ってのも何かと問題がありますから、だから私もね一緒にお邪魔してご商売に預かろうかと。上訴内さんには大変お世話になりまして。でね、3人でって言ってもね、もう奇数で1人余っちゃいますから、もう1人追加して4人くらいでってか4人でってか2人で、お食事にでも行きませんか？今から川口さんちょっと今日この後お仕事終わった後のこのお時間をご都合いかがですか？そうですか。わかりました。じゃあまたおかけ直しいたしますね。失礼いたします。なんだって川口さん行くって。なんかかけ直してくれって言われちゃった。何それまた下痢かな。いやどうだろうわかんない。食事なんて？そうですかって。それだけ？もう一押しいけたじゃん、言ってよ。いやだってかけ直してって言われちゃったからさ。なんか刺したのかな。どうだろうっていうかさ、私大丈夫だった？2でとか言ったのなんかまずったかな、なんかね。なんで？いやなんか客として軽率な発言だったかなと思って。大丈夫。本当大丈夫？かけなさいよ。もうだって早くしないと5時になっちゃう。そっか。いやちょっと待って。川口さんってさ、実は彼氏いると思う。いやそれはちょっと分かんないわ。いるかな。いやなんか本当それは分かんないから、そういうのは直接本人に聞いて。じゃあ聞いて。次電話して聞いて。分かった。いたらどうすんの？相手によるわ。相手はってとこまで聞いた方がいい？聞けそうな感じだったら聞いて。分かった。っていうかさ、その人がさ一番の変態の人だとさ、私までやばくない？共倒れじゃない？それはね大丈夫。あいつ女いないって言ってたから。オッケー、電話するわ。よし行こう。たびたびすいません。川口さんいらっしゃいますか？そうですか。わかりました。何？帰ったって。帰ったの？まだ5時前だよ。早退したって。そんな下痢やばいのかな。いやっていうかイルスかもよ。マジでそんなことするような子じゃないはずなんだけどな。いやっていうか、私今日散々川口さんに電話して言っちゃったから、なんかいい加減私が川口さんに嫌われちゃったのかも。それちょっとそんなしつこくしたの？いや普通だったと思うけど、正当だったと思うけど。ちょっと待って。それじゃあもうあんたのせいだよ絶対。ちょっと川口さんはさ、あんたの彼氏と違うんだからね。しつこくすんのとはやめてくれる？じゃあ自分で電話すればいいんじゃないですか？なんで私が電話しなきゃいけないんだよ。だからそれはできないって言ってんでしょバカ。バカって
ちょっとさ、私本当に何遍も言うけどさ、私とあなたは完全なる他人だからね。あんたのお母さんじゃないんだよ。本当に分かってる。分かった。じゃあ声色変えてもう一度かけてみてくれない？私ヘリウムガスの持ち合わせなんかないんですけど。ガス？ガス吸って声が変になるやつだよ。もうバカでしょ。はあ。いや本当やばいと思うわ。くるくるパーでしょ実は。何言ってんの本当に。ちょっと待ってよ。何べもバカバカとかくるくるパーだとか、私本当にさ、そんなこと言われる自然マジで本当にお前にないんだけど。いやバカだわ、マジでバカ女だわ。なんで俺こんな女に。もう川口さんに逃げたら本当あんたのせいだからな。そういうこと言うんだ。はいや、声色を変えなくていいからさ、まずは川口さんにちゃんと謝ってね、そのままの声でね、誠意を持ってね。もしもし。タクシー近代化センターさん、タクシーセンターさんでしたっけ？ロイヤルターコイズタクシーという会社にですね、上歌えないこうっていう超うざい超変態の変な名前のやばい運転手がいるんですけど、どやばいですから、どひどいですから、頭狂ってますから、はい、クレームです。よろしくお願いします。ちょっと狂ってないでしょ。狂ってんのそっちでしょ。帰ろうっと。すっきりした。俺もクビじゃん。申し訳ありませんけど、あとはご自分で何とかなさっていただけます？私付き合ってられませんので。きつは川口さんは？知らんがなマジで。うわお世話様でした。どうやって帰るの？歩くけど。よし。送るよ。俺車あるし。いやタクシーじゃん。まあそうですが。いいよ、私タクシー往復払えるほどお金に余裕があるわけじゃない。いいから、お金とかは全然いいから。いいの？どうですかね。はい。付き合っちゃったりします？どうですかね。恋人欲しいんですよね、私。好きです。はい。ごめんなさい。だって今彼氏いないでしょ？ちょっと付き合ってみたりしたらいいと思うんだけどな。
いただきます。